でそこから真ん中にあった新芽、ちっちゃかった新芽が春からねビューッと伸びてきて、芽切りできる芽っていうのはこんな感じでビューッと伸びてきます。でその新芽だけを切る、この赤い線のとこですね。小さいの123とこの真ん中の長いの1つね、これが全部新芽ですね。はい、これをハサミで切り取ります。ちょっとよいしょよいしょ、こう押さえて、ちょっとわざと葉っぱを押さえてますけど、今から切りますね。この小さいのも大きいのも全部切ります。でこの切った脇に、2番目が出てきます。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですね、芽切りをした時に同時にしてもいいこと、ダメなことと、そういうのをご説明しようと思います。この動画の投稿はどういう順番かなかなかあれなんですけど、多分最近芽切りばっかり言ってる可能性がありますけど、それだけ芽切りは大事ですよというふうに捉えていただけたらなと思います。本題に入る前に少しだけお時間ください。今もまだねメールマガジンしっかりやっております。概要欄から探していただいてメールアドレス登録するだけで無料でね定期的に100通ぐらい今もう出来上がってるんですけど、それがどんどん届いてくるんで、そちらでもお勉強してみてくださいと。はい、では本題に戻ります。芽切りをしますよね、6月ぐらいにね。でその時に結構ねやっぱ枯らす時ってね、同時にきつい作業を2つも3つもされる場合とかがよく枯れるんですけど、それに通ずるとこで芽切りした時にこれはしないでください、これはいいですよっていうのが、今日2つほどあるんでそれをご説明しようかなと思うんですが、その前にですね、そもそも芽切りとはというとこからちょっと一回ご説明してみようかなと。これが去年の芽だったところ、今年は枝と呼ばれる感じになってます。でその去年の芽についてた葉っぱがこれね、黒い線で下手な絵で描いてますけど、でそこから真ん中にあった新芽、ちっちゃかった新芽が春からねビューッと伸びてきて、芽切りできる芽っていうのはこんな感じでビューッと伸びてきます。でその新芽だけを切る、この赤い線のとこですね。はい、で去年の芽だったとこギリギリのとこに芽が小さい芽が次2番目って出てくるんですけど、この切る部分があんまり際どすぎるとね、次出てくる芽の場所がなくなっちゃうんで、新芽と去年の芽の境目よりちょっと上ぐらいの方が安全かなと思います。はい、こんな感じで実際のね芽切りがどんなのかは実物で今からやります。これねちょうどいいのがね枝があったんで切ってきました。はい、これがちょうどね説明しやすいなと思った芽があったんで、枝ごと切ってきました。はい、でこれちょっと葉っぱをね避けますね。で新芽っていうのはよいしょ、これだと4つ出てるな新芽。この小さいの123とこの真ん中の長いの1つね、これが全部新芽ですね。はい、これをハサミで切り取ります。ちょっとよいしょよいしょ、こう押さえて、ちょっとわざと葉っぱを押さえてますけど、今から切りますね。この小さいのも大きいのも全部切ります。でこの切った脇に、2番目が出てきます。でこれをさっき言ってたあんまりこのギリギリで切りすぎると、このね前の葉っぱが切れるぐらいのギリギリで切りすぎると芽が出ない場合があるんで、そこは気をつけましょう。もう一回やってみますね。今度これ1個だけだ、分かりやすいな。よしよしよし、これをギリギリよりちょい上、ギリギリよりちょい上でパチンとこんな感じで芽切り、これで OK です。はい、これがそもそも芽切りとは何かというやり方ですね。具体的なやり方、こんな感じで芽を全部、これぐらい元気だったら全部切って大丈夫です。で今日本題はこの芽の切り方じゃなくて、これはおさらいみたいなところで本題に入るんですけども、こういう芽切り全部
まあこれちょっとモデルで置いとこうかな。この芽ついてるの全部切りますと、切ったと同時にやっちゃダメなことまず一つ、植え替えはしない方がいいですね。はい、やっぱこの芽がついてて元気だからこそのその、根を出さす方にも力がいくんで、新芽全部切ってさらに植え替えで根も切るってなるとちょっと負担が大きすぎるかなと。で逆に言いますと、こんだけ芽が出てたら本当植え替えなんかするよりも芽切り優先なんですけど、芽切りさえしてなかったら、よっぽど弱くなければ植え替えだけならしても大丈夫です。芽切りしなかったら。はい、少々暑い時期の黒松だったらねいけんことはないんですけど、おすすめはあんまりしないんですけどね、6、7、8月とかはね。ただ芽切りさえしてなかったら植え替えできると。で芽切りしたと同時に植え替えっていうのはちょっといけるかもしれませんけどやめた方がいい。はい、でもう一つ今のがしたらダメなことでしてもいいことっていうのもありまして、これ芽切り前とかねこんだけ新芽が伸びてたら針金かけてね芽が折れるからしない方がいいですよって言うんですけど、芽切りしてしまったらその折れる可能性のある芽がもうなくなってるんで、芽切り作業の直後でしたら針金 OK です。でダメなのが芽切りして、2週間か3週間ぐらいしてきたら2番目が出てくるんですけど、その時の針金かけはもう絶対ダメですね。もうただでさえちっちゃくて取れやすいんでね。はい、だから芽切りした当日、芽切りしてそうですね、もう極端な話もう3、4日以内ぐらいまでにしときましょう。だったら針金は少々だったらちょっとヤニだらけになりますけどね、大丈夫でしょうと。はい、折れる芽がなんならなくなってるからということでね、まだ2度目切りとかで残ってる状態だったらもうやめた方がいいですけど、もう完全に芽がなくなった状態だったらすぐだったら針金少々はいいですよっていうね。はい、だから条件付きにはなりますけど、とにかく芽切りと同時に植え替えはおすすめしませんと。で針金かけだったら芽切りした直後でしたら、完了直後だったら数日以内であればできますよという、はい、そんな感じでございます。本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。